皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。日本語を勉強している皆さんの中で、日本のドラマやアニメをよく見たりするという方は多いのではないでしょうか。最近はそういう番組でも若者言葉がよく使われています。若者言葉といえば、やばいは有名ですよね。危ない、困ったなどのネガティブな意味だけではなく、すごい、面白い、綺麗などのポジティブな意味でも使える便利な言葉です。でも、何でもかんでもやばいばかり使いすぎるとどうでしょうか。例えば、彼やばいね、映画やばいね、ご飯やばいね。なんだかかっこ悪いですよね。それで最近の若者はやばい以外にもたくさんの表現を会話で使っているんです。そこで今日はやばいの代わりに若者がよく使う4つの表現を紹介します。ぜひ4つの若者言葉を覚えてもっと日本のドラマやアニメを楽しみましょう。まず今からある会話の音声を流します。場所は高校の教室でアキさんが好きなアイドルについて話しています。やばいの代わりに使われている4つの若者言葉を探してみてください。それでは始めます。見て見て。ああ、アキ、どうした？アイドルの写真？これマジで尊い。ああ、この前も話してたアイドルね。そんなにいいの？見た目だけじゃなくて、歌もエモいの。へえ。しかもね、見てこの動画。なにこれ？じわる。てか、勉強しなくていいの？今日テストだよ。うわ、積んだ。はい。4つの若者言葉を聞き取れましたか？アキさんはアイドルについて尊い、エモいと言っていました。また友達は動画を見てじわると言いました。そして最後、アキさんは積んだと言いました。尊い、エモい、じわる、積んだ。今日はこれら4つの若者言葉がそれぞれどんな意味か若者会話の場面の中で紹介します。1つ目は尊いです。会話の中でアキさんはアイドルの写真を見て、これマジで尊いと言っていましたね。尊いはもともと地位が高い、価値が高いという意味で使われる一般的な言葉です。そこから発展して、最高だ、他に勝てるものがないという意味の若者言葉として使われるようになりました。例えば、インスタにアップされてた写真が尊いのように、アイドルやキャラクターなどの大好きな人の表情や行動について、好きすぎる、とにかく最高だという気持ちを感じたとき、また、猫が幸せそうに寝てる姿ってほんと尊いのように、動物や赤ちゃんなどのとても可愛いものを見て、可愛すぎる、とにかく幸せだという気持ちを感じたときに使います。2つ目は、エモいです。会話の中でアキさんはアイドルについて歌もエモいのと言っていましたね。エモいはもともと音楽のジャンルの一つであるイモから作られたそうです。寂しくて切ない気持ちを意味する言葉です。そこから発展して言葉でうまく言えないけど感動したという意味の若者言葉として使われるようになりました。でも、ただ感動したというだけではなく、寂しいとか懐かしいようなブルーな気持ちが入っています。例えば、これ高校生の頃恋人と見た映画だ。エモい。お祭りの後の夕焼けってなんかエモいよね。このようにうまく言葉にできない
寂しいとか懐かしいとか悲しいとか感動がぐちゃぐちゃになった気持ちの時にエモいを使います。3つ目はじわるです。会話の中であきさんの友達は動画を見て何これじわると言っていましたね。じわるはもともとじわじわ来るという言葉でした。面白いという意味です。じわじわはだんだん、来るは笑いが出てくるという意味です。そこから発展してゆっくり面白くなるという意味の若者言葉として使われるようになりました。初めて見たときは何も思わなかったけど、後でだんだん面白くなってきたという時に使います。例えば、見てこの写真、私だけ目つぶってんのじわる。何その顔、じわるからやめて。このように、だんだん笑いが出てきて、後から面白い気持ちになってきた時にじわるを使います。4つ目は、積んだです。会話の中であきさんは、うわ、積んだと言っていましたね。積むはもともと将棋で使う言葉でした。将棋は駒を動かして相手の王を取るゲームです。チェスと似ていますね。ゲームが進んで王が逃げられず負ける状況になってしまうことを積むと言います。そこから発展してどうしようもない、もう無理だという意味の若者言葉として使われるようになりました。例えば、レポートの提出は明日までなのにパソコンが壊れた。積んだ。今タクシー乗ってるんだけど財布忘れた。積んだ。というように使います。このようにどうすることもできない、状況が悪すぎるという時に使います。はい。ここまでやばいの代わりに使われている4つの若者言葉を紹介しました。復習しましょう。1、尊いは最高だ、他に勝てるものがないという意味。2、エモいは言葉でうまく表現できないくらい感動したという意味。3、じわるはだんだん笑いが出てくるという意味。4、積んだはどうすることもできない、もう無理だという意味でした。ぜひこれらの若者言葉を理解してドラマやアニメをもっと楽しみましょう。メッシュクラスではアプリで楽しく日本語を学ぶことができます。このアプリを使って日本語会話、ビジネス日本語、JLPT を一緒に勉強しませんか？今なら JLPT によく出てくる単語や漢字のコースが無料で受けられるので、ぜひインストールして使ってみてください。中でも特に日本語会話が心配だという皆さん、私と1対1で日常会話、ビジネス会話の授業や発音の授業で会話を練習しませんか？コメント欄に詳細を書いておくのでぜひチェックしてみてくださいね。そしてこの動画がいいなと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。